かれた。こんなにあっさり。なら、お返しにすぐ抜き返してあげる。もう姿が見えない。相手は CTR35 型。車の性能差は圧倒的。でも、まだそんなに引き離されてないはず。まずは後ろを捉える。絶対に逃がさない。コーナーに入る直前、赤い光が見えた。すぐそこまで近づいてる。捕まえた。ここまで来たらもう離さない。今度は私の番。さっきのお返しにあなたも同じように追い抜いてあげる。いつまでも逃げられると思わないで。あら、その車でよくここまで追い上げましたね。なら、ちょっとペースを上げますよ。ペースが上がった。すごい、なんて速いドライバーなの？一体何者？私は目いっぱいなのにそれでもついていくのがやっと。でも楽しい。こんな気持ち久しぶり。生きている実感がする。ずっとあの車を追いかけていたい。夢、不思議な気持ち。本当は昨日が私の最後の日になるはずだったのに、気がついたら夢中になってあの人の車を追いかけてた。結局あの人の車を追い抜くことができなかったけど、自分の持つすべてを出せて、とてもすがすがしい気持ちだった。昨日会ったあの人、つかみどころのない感じだったけど、もう一度会って話がしたい。会社で働いていた頃は、自宅で食事をするのが本当に辛かった。でも、心が折れたあの日以来、すっかり心が無感覚になっていると思う。一人ぼっちで食事をしていても寂しさを感じない。昨日感じた高揚感も、まるで、ずっと昔の思い出のような感覚。あんなにリアルな夢まで見たのに、これじゃあまるで別人みたい。私の心は一体どうなってしまったんだろう。でもそんなことぐるぐると考えても仕方ない。夜まで何しよう。ここにいてもやることと言ったら、レーシングシミュレーターくらいしかない。食事を済ませたら少し休憩して、今日は夜までゆっくり寝ようかな。今はもう一度あの人に会いたい。会って話がしたい。ただそれだけ。1台猛スピードで追い上げてくる。こんなところでそんなに加速して、一体どこの直線番長なの？あ、この車って、あの人の3号 CTR じゃない。ほーら、早くしないと抜いちゃいますよ。柚木ゆかりさん。嘘、なんて品のないプレッシャーのかけ方なの？上りで太刀打ちできるわけないじゃない。ああ、行っちゃった。こんばんは、柚木ゆかりさん。さっきは煽り倒してごめんなさいね。随分なご挨拶をいただきました。あら、気に入ってもらえてよかったです。そういう意味じゃ。冗談です。もう、なんだかやりにくいですね。何か言いましたか？いいえ、じゃなくて、私、もう一度会って話がしたかったんです。お時間は大丈夫ですか？いいですよ。ありがとうございます。私。それで、私に話って何ですか？その前に、やっぱりお名前を教えていただけませんか？今度は何ですか？いえ、手ぶらで立ち話もなんですから、そこの自販機で何か買ってこようかなと思いまして、よければおごりますよ。じゃあお任せします。不思議な人、話を真面目に聞いているのかわからない。どこまでが本気でどこから冗談なんだろう。でも、裏表があるような感じはしない。とにかく変わった人。はい、柚木さん、お待たせしました。ありがとうござって何ですかそれは。あら、お任せって言いましたよね。そうですけど、会話のお供にポテチですか？どこまで話しましたっけ？もう、まずはお名前を教えていただきたいんです。その件は昨日お伝えしましたよね。はい、でもどうして？私のことを色眼鏡で見てもらいたくない、それだけです。どういう意味ですか？そのままの意味です。すでに私から見て相当変わった人なんですけど。そうなの？いえ、失礼しました。何か訳ありなのは分かりましたけど。ご理解いただけて幸いです。じゃあ私、なんて呼んだらいいんですか？あなたを使い続けるのは失礼になりますし。それは困りましたね。はい、おかげさまで困ってます。まあ、柚木さんツンツンしないでください。そうですね、どうしましょうか。悩むくらいなら名乗ればいいのに。それなら、師匠と呼んでください。は？
私が師匠で、ゆずきさんが弟子、どうですか？わかりますけど、それって普通私がお願いするべきですよね。あら、残念です。この人、ゆずきさん、いえお断りするなんてそんな。私、あなたに。師匠です。はい。その、師匠にもう一度会えたら、運転を教えていただきたいって、そう思ってたんです。それは良かったです。では決まりですね。これからよろしくお願いします。お手柔らかに。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。師匠、一つ聞いてもいいですか？何ですか？名前は教えてくれないのに、なんで弟子入りはすんなり OK なんですか？だって面白そうじゃないですか。あの車で私とのバトルから逃げなかったんですから、ゆずきさんは見込みがあると思ったんです。いいですか？弟子にするからには、私と互角以上になれるよう鍛え上げますから、ちゃんとついてきてくださいね。はい。あら、やっと笑ってくれましたね。あ、今度は赤くなりました。もう、師匠、さてさて、ではゆずきさん。ゆかりでいいです。ではゆかりさん、早速特訓開始と行きたいのですが、大丈夫ですか？ぜひお願いします。あ、その前に、はい。ポテチを触った手、洗ってきた方がいいですよ。言われなくてもわかってます。最初はぴったり後ろについて、ゆかりさんの走りをじっくり観察させてもらいますね。わかりました。では楽しい夜にしましょう。弟子入りから1年、私はめきめき上達。今は師匠とフリー走行をしている。最近は特訓の合間に師匠が気分転換と称して練習試合を設けてくれているのだ。練習試合の時は決まって師匠が先行、私は後追いだ。まだ一度も師匠の前に出れたことはないけど、今回は秘策がある。行きますよ、師匠。本当に速くなりましたね。片手運転でアクセルガイド縛り中ですが、その車でついてこれるなんて大したものです。私の見込みは間違っていませんでしたね。あら？ゆかりさん、ホヘト坂に点在する放棄された林道をショートカットに使いましたね。これは1本取られました。最高です、ゆかりさん。ですが今日はここまでにしましょうね。嘘、こうも簡単に抜き返されるなんて。ゆかりさん大丈夫ですか？はい、大丈夫です。すぐに手当てしましょうね。ひとまずこれで OK です。すみません。あとは病院で見てもらいましょう。行きますよ。こんな姿で行けるわけないじゃないですか。恥ずかしい。そんなこと言ってる場合ではありません。大丈夫です。病院は明日行きますから。大丈夫です。そこまで言うなら仕方ないですけど、その代わり必ず病院に行ってくださいね。それともう一つ、もうあんな無茶をしてはいけません。師匠。でも気持ちはわかります。このコースで、その車で私の前に出ようと思ったら他に方法はありませんから。ですがあのショートカットは車はもちろん、ドライバーも深刻なダメージを受ける危険性があります。ですから今後は例のショートカットは禁止です。体も愛車も大切にしてあげてくださいね。師匠。でも、見事でしたよ。性能差を考えて手加減していたとはいえ、一本取られました。本当に上手くなりました。もうライバルと認定してもいいくらいです。あら、クールなゆかりさんらしくないですね。そんなにいいこと言いましたか？そういう時は、普通、何か悪いことを言いましたか、ですよ。そうなの？私、何か悪いこと？師匠、師匠に認めてもらえたのが嬉しくて。そう？ならもう一度言ってあげますよ。ゆかりさん、あなたは私の公認のライバルです。なんだか安っぽいし、小馬鹿にされてる感じがします。あら、褒められたら素直に喜べばいいんですよ。ゆかりさんは本当によく頑張っています。私の自慢の弟子です。私はもう自分を抑えられなくなっていた。まだ安静にしていないと。私は静止を振り切って師匠の胸に飛び込み、ワンワンと泣いた。らしくないオーバーリアクションですね。何か訳ありなんですか？もしよかったら、それも涙と一緒に全部洗い流しませんか？師匠のその一言を受けて、私は気持ちを吐露し始めた。無理やり心の奥に押し込んできたものも、すべて、両親が血縁関係を理由に、突然手紙だけ残して出て行ったこと。私は理由に納得していないし、受け入れることもできていないこと。隠さずに直接話し合って欲しかったこと。もう一度一緒にいたいけど、両親の期待には応えたいこと。本当は進学したかったこと。会社で上司からひどいいじめを受け、自分は何をやってもうまくいかない。頑張っても誰からも認めてもらえないと思っていたこと。師匠と出会ったあの日、車ごと崖から飛び降りるつもりだったこと。すべてを打ち明けた。いや、ぶちまけたという表現の方が適切だ。
きっと支離滅裂だったと思う。でも師匠は何も言わず、優しく抱きしめながら、ただ静かに耳を傾けてくれた。私は話せば話すほど、心がクリアになっていくのを感じた。私の心は無感覚になっていたんじゃない。複雑に感情が絡み合って、どこからほどいたらいいのかわからなくなっていただけ。そんな自分から目をそらすことで、冷静さを保とうとしていただけ。私がひとしきり話し終えると、師匠が口を開いた。ゆかりさん、頑張りすぎてたんですね。それなのに、あの日は邪魔をして本当にごめんなさい。師匠、そんなこと、言わないでください。私は今度は叫ぶように泣き始めた。師匠は私の気持ちを死のうとしていたことも受け入れてくれたのだ。あらあら、そんな大声で泣いたら喉を痛めますよ。すべて話し終え、涙も枯れ、徐々に落ち着きが戻ってきた。どう？落ち着きましたか？残らず吐き出せましたか？ならよかったです。ではゆかりさんがドライビングが次のステップに行くための提案をします。現状では車の差がありすぎて、これ以上続けても良い練習にはなりません。そこで、ゆかりさんに新たな愛車として S2 億に乗ることをお勧めします。S2 億、女の。そうです。お値段は張りますし、誰でも乗りこなせる車ではありませんけど、ゆかりさんなら問題ないです。性能だけで言えば、3号型 CTR の方が上ですが、ゆかりさんが S2 億に乗れば、私と対等以上にバトルできると思いますよ。ぜひ前向きに考えてみてください。師匠。では、今日はこれでおしまいにしましょう。私が家まで付き添います。運転中に万が一があるといけませんから。その時は師匠の CTR が受け止めてくれるので大丈夫です。そうですね。では帰りましょうか。お世話になります。ねえゆかりさん。はい。目がウサギみたいに真っ赤ですよ。ええ、おかげさまで。ありがとうございました。いえいえ、可愛い弟子のためなら当然です。ねえゆかりさん。はい。ちゃんと病院に行ってくださいね。約束ですよ。わかってます。それともう一つ、明日は峠に遊びに来てはいけませんからね。まずは体と車をケアしてあげてください。お大事に。おやすみなさい。師匠、明るくなってから私は師匠との約束通り病院で診察を受けた。脳に問題はないけど、ただ、額の傷は跡が残る可能性が高いそうだ。でもこれは名誉の負傷みたいなもの、だから別に気にならなかった。次に愛車を入院させ、売車で女のディーラーへ向かい、S2 億を新車で購入。その際に私は、両親が残していったお金を初めて使った。現実を受け入れることができて、割り切れた証だ。両親の連絡先を削除することにもためらいはなかった。大切な存在であることは変わらない。でももう会うことはないのだ。納車までは3ヶ月待ちか。それまではシミュレーターで練習しよう。翌日私は師匠に診察結果と S2 億を購入し、納車まで3ヶ月待ちであることを報告した。なんだけど、真面目に聞いてます？もちろんちゃんと聞いてますよ。でもそんなドミ声で真面目に報告されても、ああごめんなさい。私、あんな大声で泣き叫んだら、喉がやられるって言いましたよね。しかも変な飲み物まで片手に持って。これは師匠のおごりじゃないですか。あら、今回はちゃんと飲み物から選びましたよ。もう、ああ言えばこういう。それならついでに、前から言おうと思ってたんですが、ゆかりさん、すごいクマですよ。普段鏡見ないんですか？柄にもなく顔が真っ赤です。クールなゆずきゆかりさん。いくらなんでも笑いすぎです。やっぱり最高です。ゆかりさんは。もう、師匠。はあ、こんなに笑わせてもらったのは久しぶりです。笑いすぎて死ぬかと思いました。何かお礼をしないといけませんね。人をおちょくりすぎです。いい機会ですから、私の CTR を運転しませんか？師匠の3号型を？そうですよ。納車まであと3ヶ月あるんですから、それまで私の車で練習しましょう。はい、よろしくお願いします。では今回は私がお手本を見せますね。乗ってください。しっかり捕まっていてくださいね。本気で行きますよ。すごい、これが師匠の本気の走り。はあ、やっぱり、師匠が人が悪いです。あら、気に入ってもらえてよかったです。褒めてません。そうなの？まあでも、会話する余裕があるなんて大したものです。でもおしゃべりはここまでにしましょうね。今日から CTR はゆかりさんが運転してくださいね。私は隣で観察させていただきます。わかりました。では早速。あ、ゆかりさん、ちょっと待っててください。そういえば、まだライバル認定記念をしてなかったので、今日は私からプレゼントがあります。目を閉じて。今度は何を企んでるんですか？師匠を信じなさい。
いいですよ。目を開けてください。これは、なてメガネ。似合ってますよ。これならクマも悪い目つきもごまかせます。なんで師匠はいつも一言多いんですか？気に入らなかったですか？そんなわけないじゃないですか。とても嬉しいです。ありがとうございます、師匠。また泣かせちゃいましたね。今日はやめておきますか？いえ、大丈夫です。今日もよろしくお願いします。よかったです。それではゆかりさん、今日もみっちり特訓しましょうね。